どうも、イニシャル G です。今回は第6話です。タイトルがさよならということでですね、最後のドライブを楽しんでいきたいと思います。なぜ最後なのかは最後に説明したいと思います。まず、この車を購入したのが今年の3月に契約をして、納車日が最初は5月と言われたんですけど、なぜか7月に延期されました。なんでかな、トヨタさん。一括購入は後回しとかってまさかねって感じです。ではこの車に関してお話をしていきたいと思います。グレードは RZ のアプライド D でブレンボーブレーキ付きのマニュアルです。 GR オプションパーツの紹介をしたいと思います。フロントパンパー、カナード、フェンダーダクトフィン、サイドステップ、リアアンダースポイラー、ダックテールのリアスポイラー、スポーツマフラー、ドアハンドルプロテクター、ナンバーパネルは前後ピアノ調のタイプ、フロアマット、サンシェード、ちょっと珍しいかと思いますが GR プロジェクションイルミネーションです。これは夜ドアを開けると地面に GR のロゴが LED で映し出されます。夜になると綺麗なので自分は気に入っております。その他の車外パーツも納車後に装着しています。内装関係のお話をしていきたいと思います。オーディオに関しましては純正品だと割高感とトヨタのリアカメラのフィッティングが気に入られまして、社外品を DIY で取り付けました。カロッツエリアのナビを検討していたんですが、ナビはマップの更新費用がかかってしまったりするし、結局スマホの Google マップしか使わないだろうと思い、ディスプレイオーディオを選択しました。機種は DMH-SF700 の9インチです。このディスプレイオーディオは Android や Apple の iPhone とケーブルで接続して Google マップをディスプレイに表示できます。なのでマップを使わないときはケーブルを接続しないで Bluetooth 接続をして音楽を聴いています。この機種は装着すると1センチから2センチは突起するタイプとなります。私は純正風に仕上げたかったので埋め込み加工をしています。埋め込み加工の方法に関しましてはノートにて公開しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になさった方はぜひご覧ください。 ETC に関しましてはカロッツエリアの ETC2.0 の ND-ETCS10 です。ディスプレイオーディオのためナビの連動はできません。ドライブレコーダーはカロッツエリアの VREC-DS600 です。こちらは画面でのタッチ操作はできませんが、唯一 AUX 出力できますので画面表示はできます。コントローラーが付属していますので画面を見ながらコントローラーで操作ができます。バックカメラに関しましてはトヨタ純正ですと隙間が空いておりますので、水が入ったら錆の原因になるし嫌だなって思ってスバルの BRZ 純正のバックカメラを装着しています。装着動画もアップしておりますので、興味のある方は概要欄のリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。そしてアルテックス製アクセルペダル調整式 25mm オフセットスペーサーブラケットを装着しております。
なぜ必要だったかと申しますと、ノーマルだとアクセルの位置が3センチぐらい低く、ヒール&トーができません。私だけなのかもしれませんが、ヒール&トーができないなんて何のためのマニュアルなんだろうって思いました。それが理由です。25mm のスペーサーのおかげでヒール&トーが簡単にできるので楽しいです。最近のバイクなんかはクイックシフターがついていて、自動でブリッピングをしてくれるのが普通になりつつあります。しかも切り替えができますので通常操作も可能です。 GR86 もその機能があればいいなって思います。あと TRD の機械式 LSD を組んでいます。純正でドル線 LSD がついてますが、やっぱり効きが弱そうなので一応交換しました。あとこの車を購入して率直に思ったことをお話ししたいと思います。まず加速力に関してです。カタログ数値が235馬力とあり、正直加速力に期待していました。ですが思った以上にパワー感がなくがっかりしました。加速してる時なんか変で、加速時に一旦もたつくっていう感じで、3、4千回転あたりにトルクの谷があるのか、可変バル体が原因なのか、電子スロットルがの味付けなのか分かりませんが、エンジンに当たり外れがあるのかなって思いました。次はドリフト時のパワー不足の話です。昔乗ってた S14 シルビアのケーズの、ノーマルは220馬力です。ノーマルのブーストは 0.6 キロで、機械式 LSD を入れただけで2速で簡単に低上円ドリフトができましたが、また CA18DET 搭載の180も乗ってたんですけど、カタログスペックがこっちは175馬力でできたんですけど、千葉南サーキット広場で GR86 を試したんですけれど、2速で低上円ドリフトができなかったです。これもしかしたらリアタイヤを16インチに変えて205サイズあたりで空気圧3キロとか入れればできるのかもしれませんが、この GR86 を当時の感覚から言いますと、シルビア180ツアラー V に混じって走る初代ロードスターって感覚になると思います。これでは私たちの世代のリターンのドリフト経験者たちが GR86 を購入したらがっかりするだろうと思いました。ですがもう大丈夫です。安心してください。こちらの資料をご覧ください。なんとこのエンジン FA24 はかなり耐久性が結構あるらしいんです。 FA24 は SR20 とさほど変わらない耐久性があると考えております。ダイナパックケース1で320馬力程度の運用なら問題ないとのことです。あとは切れ角の問題がございます。資料をご覧ください。こちらに最小回転半径の比較表を作りましたのでご参考ください。やはり切れ角にも問題がございますが、切れ角アップのキットが販売されているようですので改善できると思います。私は切れ角アップは構造変更が必須となりますので、残りの車検が無駄になってしまうので今のところ考えておりません。最初に言っていた本日から入院ですとのことですが、ついに HKS ターボキット、HKS オイルクーラー、HKS LA クラッチその他を装着のため GR ガレージへの入庫の日となりました。
年内には納車されるとのことです。楽しみに待っております。車庫帳に関してなんですが、Amazon で注文しているんですが、未だに届いてません。こちらに関しては、届き次第 DIY での車庫帳装着動画をアップしたいと考えております。というわけで、3月に契約し、納車を待ちわびた GR86 ですが、一旦のお別れです。ですが、次に帰ってくる時には、パワー不足やドリフト性能の課題を一気に解決する320馬力の真のスポーツカーとして生まれ変わってくれると信じています。今から納車が楽しみで仕方がありません。今回ご紹介したディスプレイオーディオの埋め込み加工の詳細は概要欄のノートにて公開しています。ERZ 純正バックカメラの取り付け動画も概要欄からご覧いただけますので、ぜひご参考にしてください。そして次回またはその次にはターボカゴの激変した GR86 の走行レビューやターボサウンドを徹底的にお届けいたします。動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。